こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は必要以上に人の目を気にしないようにするにはどう考えればいいかについてお話しします。人から褒められれば嬉しいです。逆に人からけなされれば悲しいです。人間は誰でも承認欲求があるので、他人から高く評価されれば喜んで嬉しく思います。逆に低い評価を受ければがっかりして悲しみます。人の評価を気にすることはある程度は仕方ないでしょう。でもあまりにも度を超えて必要以上に他人の目を気にすれば自分が不幸になってしまいます。なぜなら他人の評価に振り回されて自分自身を生きられなくなってしまうからです。今回のテーマは必要以上に人目を気にせず楽に生きるためにはどう考えればいいのかについてです。まず最初になぜ過度に他人の目が気になるのでしょうか。その理由を知ればかなり役に立ちます。人目を気にしすぎる理由は私たちの間違った思い込みによるものです。ではその間違った思い込みとは何でしょうか。それは他人の評価が自分の価値を決めると思い込んでいることです。他人があなたは素晴らしいと褒めてくれれば自分の価値が高くなります。逆にあなたはどうしようもない人と言われれば自分の価値が下がります。つまり自分の価値が他人の評価にかかっていると思い込んでいることです。しかし実際にはこの思い込みは間違いです。他人が自分のことを何て言おうと、自分は自分以下でもなく自分以上でもありません。自分の価値は他人の評価とは無関係のところにあります。この点を間違えて不当な思い込みをしているために必要以上に人目が気になってしまうんです。他人がなぜあなたを褒めたりけなしたりするのか、この理由を知ればもっと気が楽になります。これは想像以上にシンプルなことです。その他人があなたを好きなのか嫌いなのかにかかっています。他人から好かれれば良い評価をもらえるし、嫌われれば低く評価されます。そして好き嫌いはその人にとってあなたが都合の良い存在かどうかで決まります。もしもあなたがその人にとって都合の良い人なら、その人から好かれて褒められます。逆にあなたがその人にとって都合の悪い存在であれば、嫌われることになり、評価も低くなります。実はたったそれだけのことです。人は誰でもそれぞれその人の事情とか都合があります。あなたがたまたまその人にとって都合の良い言動をしてくれれば、その人は喜ぶでしょう。そしてあなたに好意を抱き、あなたのことを高く評価してくれます。その一方で、あなたがその人の都合に合わないことをしたならば、その人はあなたのことを嫌いになります。そしてあなたのことをけなしたり非難したりして低く評価します。人の事情や都合はコロコロと変わるものです。その事情や都合に応じて、あなたの存在がその人にとって良くなったり悪くなったりします。今まであなたを好きだった人でも、都合が悪くなれば、いい人だと思ったのに、実はそうでもなかったと言われてしまいます。その一方で嫌いだった人が何らかのきっかけで都合の良い人になれば、
最初は良くない印象だったけど、意外にもいい人だったわ、ということになります。その本人の心の中では、自分の都合に合うのか合わないのかで、あなたが良い人になったり悪い人になったりします。そして良い人なら良い評価をしてくれます。悪い人なら評価は下がります。そんな他人の気まぐれ心で自分に対して下された評価により自分の価値を決めて一喜一憂するのは馬鹿らしいことではないでしょうか。そんな他人の評価に自分自身が振り回されて人目ばかりを気にして生きるのはつまらないことではないでしょうか。他人が自分のことをどう言おうと自分の価値は揺るぎないはずです。自分は自分以上でもないし自分以下でもありません。そう考えればあまり人の言うことに左右されなくなるはずです。もし他人があなたを褒めても、それはその人にとってあなたが好都合な存在だけなんです。今はそうでも何らかのきっかけによりコロッと変わることもあります。褒められたから、高く評価されたからといって有頂天になり、おごり高ぶらない方がいいです。逆に他人があなたを悪く言っても、それはその人にとってはあなたが都合よく動いてくれないということだけです。たったそれだけなのでがっかりしたり悲しむ必要もありません。少し時間が経ってあなたが都合の良い人になればあなたのことを褒め出すでしょう。他人の都合に応じて好かれたり嫌われたりコロコロと気まぐれな他人の心に惑わされて他人に振り回されない方が賢明です。今回の話をまとめれば、自分に対する他人の評価に一喜一憂しないこと。なぜならば、自分の価値は他人の評価では決まらないからです。誰が何と言おうと、自分は自分以下でも自分以上でもないからです。自分の価値は他人とは無関係であり、揺るぎのないものだからです。ということで今回は必要以上に人の目を気にしないようにするにはどう考えればいいのかについてお話ししてみました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。